皆さんこんにちは、かっちゃんです。レティアス。ということで今日は先日ロールキャベツとんかつの動画を出した際にこれってレタスでもできますかというコメントをいただいたので、たっぷりレタスを使ってほぼレタスで食べ応えバッチリロールレタスとんかつを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はレタス 200g、豚薄切り肉8枚。その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。はい。ではまずレタスは、根元部分に包丁を入れて、形が崩れないように剥がします。はい。ではレタスは剥がした状態で 200g 用意して作ります。レタスを用意したら、水で洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。では水気を拭き取ったら、この芯の厚みのある部分は削いで全体の厚さを均一にしておきます。芯を削いだら重ねます。で、だいたい横幅が15センチから16センチ程度になるよう、横の飛び出たレタスは切って中に入れつつ幅を調整して作ってみてください。レタスを重ね置いたら手前からきつめに巻きます。この時、隙間ができないようにきつめにぎゅっとしっかりと巻きます。レタスを巻いたら平らな場所にラップを広げ、豚薄切り肉8枚の縁を重ね並べ置きます。豚肉を並べたら表面に薄力粉をふるいます。薄力粉をふるったら手前部分に巻いたレタスを置いて、手前を持ち上げつつ、レタスの周りに豚肉を巻きつけます。豚肉を巻きつけたら、キャンディー状に包んで形を整えます。レタスの周りに豚肉を巻きつけたら、表面に塩を振り、薄力粉をふるいます。薄力粉をまぶしたら、バットに溶き卵とパン粉を用意し、溶き卵、パン粉の順に衣をまとわせます。この縁の部分は少しレタス見えてたりしたら、このね、レタスから水分が飛んで油跳ねしたりする原因になるといけないので、このレタス見えている部分だけ卵とパン粉を二度漬けして衣を頑丈にしておきます。薄力粉、パン粉の順に衣をまとわせたら、フライパンに深さ5ミリから1センチほど気持ち多めに油を引いて中火で熱します。はい。では少しパン粉を落としてシュワッと上がってくるか油が温まったのを確認したら、豚肉の巻き終わりを下にしてフライパンに入れ加熱します。でそこが色づいてきたら返しつつ全体が色づくまで加熱します。で今回豚肉は薄切り肉を使っているので割に短時間で火が通ります。であんまり火を通しすぎると中のレタスがふにゃっと食感悪くなってしまうので、火力を強中火程度、気持ち高めの温度で外側を色付けて豚肉に火を通るような感覚で加熱してみてください。はい。では全体が色づいて火が通ったら取り出して油を切ります。断面はこんな感じに出来上がってます。はい。ではあと食べやすい厚さに切ってお皿に盛り付けてください。ではあとお好みでマヨネーズやごまだれなど調味料をつけて食べてみてください。ではこんな感じでたっぷりレタスがめちゃくちゃ美味しいロールレタスとんかつの完成です。はい。
じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は先日のロールキャベツとんかつの動画にレタスでも美味しくできますかというコメントいただきありがとうございました。レタスで作ってもこれね絶対美味しくできるなと思ったので、今回はロールレタスとんかつを作ってみました。それでは本日はアサヒゴールドで乾杯。乾杯。ゴールデン。じゃあ早速いただきましょう。今回はほぼほぼもうレタスでボリューム満点に美味しく作れるロールレタスとんかつを作ってみました。ちょっとこれねマヨネーズかけたんですけど、お好みで調味料をかけて食べてみてください。おー、めちゃめちゃボリューミーですが、このままガブッといただきます。レタスやめちゃくちゃ美味しい。レタスを重ねて巻くことによってレタスが棒状になり、かつこのレタスが層になってシャキシャキッとした食感に、外側に巻きつけた豚肉がよくあったとても美味しいレシピになってます。で本当今ね噛んだ瞬間にもうシャキシャキッと音が鳴るほどかなりたっぷりレタスを使っているので、とんかつなんですけど罪悪感も少なく野菜をたっぷり美味しく食べられるレシピになってます。で今回一番のポイントが長く加熱しすぎないことですね。キャベツとは違って水分が多かったり、あんまり火が通りすぎるとしなっとしてしまう野菜なので、加熱する際には気持ち高めの温度で表面をさっと色付けて、豚肉も薄切りなので火が通りやすくシャキシャキ感を残すのがポイントです。で加熱し終えたら長い間そのまま置いておくと余熱で火が通ってしまうので、これも油が切れたらできるだけ早めに食べやすい大きさにカットしていただくことで、このレタスのシャキシャキっとした食感が残り、とても美味しく食べられます。であとはレタスを巻く際にできるだけきつめにしっかりと巻くことによって隙間なくレタスがぎっしりと詰まり、芯の硬いところは削いでおくことによって柔らかく巻きやすくなるので、あとしっかりぐーっと中央に詰まったレタスが美味しく食べられるレシピになってます。外側に巻きつける豚肉は薄切り肉を使うことによって巻きつけやすく、巻く際もうまくラップを使うことによって綺麗にぐっと巻くことができます。ちょっと何をつけて食べると一番美味しいのか味比べしたいので、これはねごまだれを少しかけていただきます。じゃあちょいとお好みソースでいただきます。どれも美味しいなほんとかなりね中央にぎっしりレタスが詰まっているので、とんかつにしてはちょっと珍しいかもしれないんですけど、ごまどれかけて食べると美味しいです。なんかごまどれとか意外に青じそドレッシングとかも美味しそう。安定のこのお好みソースもすごく美味しいんですけど、ちょっととんかつにはないようなドレッシング系の調味料を合わせて食べても美味しく食べられます。はい。ということで今日はたっぷりレタスでボリューム満点美味しく作れるロールレタスとんかつを作ってみた動画でした。中央にたっぷりぐっと詰まったレタスのシャキシャキ食感、豚肉サクッとした衣がとても美味しいレシピになってます。キャベツも美味しかったんですけど、私レタスの方が好きかもしれないです。それくらいこのたっぷりのレタスが美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイレタス1本いけるわ。